今日すっぴんでカラコンもしてないので、ちょっと本当のガチすっぴんなんですけど、気にしないでください。一世のせこんにちは、ひめひまです。というわけでですね、皆さん新学期が始まって、早3ヶ月経つんですけど、今回はですね、新学期のお悩み相談コーナーということで、私も大学に入って、もう本当にいろんなことがあって、なんか大変なことも楽しいことも本当にたくさんあるんですけど、お悩みを抱えてる皆さんも多いということで、今回はね、質問募集してみました。それでは、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。ということで、もしこれを見て、ね、今悩んでる皆さんもちょっとでも楽な気持ちになってくれたらいいなって思うし、自分と同じような考えの方がこの世にはたくさんいるんだなって思ってくれると嬉しいです。いただいた質問をランダムに答えていきたいと思います。じゃあ、いきます。じゃん。インスタだけ交換する友達がいっぱいいる。これってあるあるなんですか？どうなんだろう。インスタだけ交換する友達あるある？なんかみんなやっぱ LINE の前にインスタ交換するって言うよね。あるあるなんじゃない？だから結構その大学の友達だけ交換するアカウントとか作ってる子もいたりとかするし、まあインスタ交換しようって言われたら交換するかもしれないけど、あっちから言われるまではしないとか、自分がめっちゃ仲良くなりたいって思うまでは交換しないとか、なんかそういうのを徹底してみるのもありなんじゃないかなって思います。次。自分の素を出せない。うわあるあるじゃない？自分の素を出せないはひまもです。ひまもさすがに初対面の子には素を出せないし、本当に素を出すのにも3年ぐらいかかる。長い子は。でね、最近気づいたんだけど、本当に仲良くなりたくてもなれない子っているの、やっぱり。それはもう人間だから。人対人だから相性だと思ってて、本当に仲良くなりたくてもなれない子ってやっぱいるから、なんかもうそれはしょうがないのかなと思って自分の中で区切りをつけるしかないし、それでも仲良くしてればもしかしたら時間解決して仲良くなることもあるかもしれないし、それは人間対人間だから本当にわからないけど、なんか無理して仲良くする必要はまあそこまでないのかなとは思います。これ多いね。周りの目が怖い、悪口言われてそう。でもなんかそう敏感になっちゃう気持ちはめっちゃくちゃわかります。私もなんかもうあることないこと絶対何か言われてるだろうなとか、今めっちゃ挨拶するように頑張ってるんだけど、もしかしたらそう捉えられてるかもしれないけど、挨拶してこないとか過去に言われていたものもあるし、なんかその動画もあるんですけど、中高校かな時だけど、とかもあるし、なんかあることないこと言われることもたくさんあると思うんですけど、なんかもう自分の周りの方たちだけ自分のことを知ってもらえてればいいやっていう考えでいます。もう全員が全員に好かれようと思わないし、身近な人に、信頼する人に分かってもらえていればいいかなとは私は思いますね。だからといって周りの人に態度を悪くするとかそういうことではない。高校生になってクラスがグループ化してきました。うわー。そうだよね。高校生とかってやっぱグループ化するよね。中学とかも。大学はどう？本当に大学によると思うんですけど、意外とグループ化してるもんなのかな。でも今の大学でめっちゃ仲いい子もよく言ってるんだけど、そのグループしてなくて、普通に授業ごとにいろんなこと仲良くしたりとか、そういうのが大学なんじゃないかなって思うんですよ。で大学はあんまグループとかないけど、高校はどうだろう。私本当に2人が好きなのね。高校の時はクラスが本当少なかったから女子が2人みたいになってて、まあご飯はみんなで食べるみたいな感じだったのね。だからまあ安定の2人組を作っておきつつもグループにいるっていうのもありなのかな。グループ今本当に苦手なんだよね。なんか高校とかってグループ5、6人のグループできるじゃないですか。そう、6人とかがね、多すぎても。だって絶対合わない子っているからね。まず合わないのが前提じゃん。だから合うって思って接しててもあんま良くないのかなって思ってて、合わないって思って接してた方が気が楽なのかなって思います。高校の時ほど気の許せる友達ができません。どうしたら友達との距離を縮められますか？まあ無理に縮めようと思わなくてもいいと思います。それこそさっきも言ったけど、本当に仲良くなれる子は、1週間とかしなくても仲良くなってたりするの。だし、なんか、さき
ちゃんとかもそれこそ1年に1回とかしか会ってなかったけど、本当に急に仲良くなって、それも多分相性だなって思うし、例えば ENFJ と ISTP で、その MBTI はもう全部真逆だけど仲良くなれる。だから性格っていうよりも人間自体の相性っていうのもあると思うから、気の許せる友達はほんとゆっくり焦らずに探していくのがいいと思います。大丈夫です。絶対にいるから。世界なんてめっちゃ人いるからね。いろんな国籍の方がいて、誰と仲良くなるかなんてわからないんだから、ほんとゆっくり気の合う子を探すのがいいと思います。あとほら、高校の時ほどって言ってるっていうことは、高校の時の仲いい子もいるってことだから、そういう子たちに相談してみるのも全然いいのかなって思います。ゆっくり探していこうね。彼氏できてる予定だったのに恋したい恋したいが多いですね。彼氏できますかとか、すごいんですけど。全くできません。全く。ひもも本当に全くできなかったです。できなかったですが、できてません。今も。誰でもいいなら、それは作れると思うんですけど、誰でもいいわけじゃないし、ちゃんとね、好きになった人と付き合いたいから。こう、好きな人ってパッて出てくると思いますよ。意外と。ヒロも高校の時好きだった人はい。パッと現れましたからね、そういう時は。パッと現れるもんなんですよ。だから多分大丈夫だと思う。で、今の自分にも言ってますけど、現れないよ。現れません。どうしたら現れるんでしょう。次。みんな可愛すぎる。垢抜けるにはやっぱ髪型を変えてみるとかがいいと思います。あとメイク研究。髪型変えるメイク研究。服装もだいぶ大事。その自分の雰囲気を作るためにはだし。ぜひやってみてください。新しい先輩とかと話すのが緊張して距離が縮まりません。どうしたら仲良くなれますか？なんかでも今もあんまり先輩との関わりなかったかも、高校の時に。最初行ってた高校は部活に一瞬入ったんですよ、英語部に。実は。入ってたんです。1、2回しか行ってないけど、最初の。で、辞めちゃったんだけど、体験入部したしか辞めちゃったのかも。入ってないからだから。なんかそこで仲良くなった先輩の方とかはいたけど、芸能行ってからは本当に仲いい先輩1人、2人ぐらいだったのね。だから、そんな無理に先輩と仲良くしようとかも思わなくていいと思うんですけど、あと、どこどこ高校出身なんですか？中学出身なんですか？なんか好きな食べ物なんですかとか、全然もうオーソドックスな話でいいと思うから、相手に興味を持ってるっていう姿勢を見せるのがいいのかなって思います。めっちゃ多い。最近仲良くなったグループのことあんまり気が合う感じじゃないんだけど、どうしたらいいの？なんか、気が合う合わないっていうのは、多分自分が気が合わないって思うのは多分あっちも合ってるって思ってないと思う。お互いに気が合ってるって思わないと一緒にいないから。だから、片方が気が合ってないって思うなら、相手も思ってないから、自然と別れていくと思うんだよね。だからといって別に嫌いなわけでもないじゃないですか。だから、無理して一緒にいる必要も全然ないのかなって思いますから、ほんとね、みんなに言いたいのは、無理は禁物です。無理はダメ。無理しちゃダメですよ。でもなんかそんな今は平和主義者、自分でも思うんだけど、平和が一番、本当にギスギスしたくない。だから人間自体を嫌うっていうのは、よっぽどの害を与えられない限りはないと思うんですよね。だから、嫌いじゃないなら、そんな嫌なことはしないで、自分がされたら嫌なことは絶対しないで、もうお互いに距離感をいい感じに保つっていうのが一番平和なのかなって思います。勉強を追いつけない。容量が悪くて本当にたくさん勉強しても点数が上がらない。あるよね。今高校入った時にもう絶望でしたね、最初。テスト多いし、こんな勉強しなきゃいけないの高校ってみたいな。勉強って辛いよね。でもだからといって、私全部頑張りすぎて、ほんと涙が止まんなくなって、すんごくしんどくなっちゃったことがあったのね。だから、そこまで本気で100全部頑張ろうとしないでいいと思います。私もね、ずっと大学に行きたいっていうのは高校1年生の時からあったんで、高1から勉強はずっと頑張ってたんですけど。でも、抜くとこは抜かないといけないって正直思うから、全部を本気で頑張ろうとはしないで、今回はこの勉強頑張ろうとか、この勉強頑張って自分にご褒美あげようとか、そういうぐらいのこの軽いモチベで行った方が私はすごくいいのかなって思います。受験生なのに恋しちゃって勉強集中できないよ。ひまちゃんならどうする？いいんじゃない？
ね。でもお互いに相乗効果がある人ならいいと思いますよ。こういう人も全然。じゃあ一緒にビデオ通話で8時間勉強頑張ろうねとかできる人。てかやってもらおう相手に。ね。相乗効果があるなら全然いいと思います。モチベになるし。逆にそう、相乗効果を無理やり作るのもいいのかなって思います。最近やらなきゃいけないことが山積みで心が折れそうです。モチベの上げ方を教えてください。今もうやらなきゃいけないこと、課題、台本を覚える、勉強、明日の準備とか、やらなきゃいけないことがとにかく山積みになって、もうってなるんです。ただ、そういう時はですね、これを乗り越えたらきっといいことあるとか、これをやれば私天才じゃないとか、それぐらいの自分を褒めまくる。あと、これやったら本当にこのご褒美を与えようとか、そういうことをしてます。本当に頭うわーってなるよね。もうそういう時はもうモンスターとか飲んで、よっしゃ頑張るぞーとか思って言えるとか、キャリアウーマン、ひまひま頑張りますくらいのモチベで頑張ってください。大丈夫です。一緒に頑張ろうね。最後。大学生になり外食が増えて太りました。ひまちゃんはどのように体型管理してますか？本当にそうなの。ひまもちょっと本当にやばい。大学入ってから放課後一緒にご飯食べに行くとか、カフェラテ飲むとかが多すぎて本当にやばくて、さすがに頑張ろうって思ってきてるんですけど、外食ない日は本当家でもやしの上に豚の肩ロース乗っけてチンして食べるとか、サラダ食べるとか、家では超ヘルシーにするのをおすすめしてます。なんかそういう感じでバランスは綺麗にとっていけたらいいななんて思っています。というわけでこれで以上です。今回は新学期の皆さんのお悩み相談コーナーということで、いろんなお悩みを抱えられている皆さんもたくさんいると思うので、少しでも皆さんの心が軽くなった動画になったらいいなと思います。ねえ、なんか多分たくさんいろんな悩みも暇もね、あるんだけど、みんな一緒に乗り越えていきましょうね。We can do it! ということで、では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。いやもうまずは体型管理頑張んないと。